ぐちおのノマド旅チャンネルへようこそ。鈍行列車とバスだけの北海道旅。第6話は旭川から札幌へ。途中港町の留萌へ遠征。留萌の街中や海沿いを散策。締めは日本海の新鮮な海鮮。さあ今回はどんなノマド旅になったのか。それでは全貌をご覧ください。おはようございます。今日は旭川から留萌へ遊びに行って、留萌から夜札幌へ行きます。さあどんな一日になるんでしょうかね。チェックアウト完了。駅地下でとても綺麗ないいホテルでした。列車の時間までしばらくあるので、こちらのとってもおしゃれなスタバでまずは作業をします。こちらのスタバ、開放的で明るい空間と外の美しい景色がとても素晴らしく、旭川市民の憩いの場となっているような、そんな場所ですね。まずは目覚めにアイスコーヒーを注入します。こんなにいい空間とこんなに速い Wi-Fi スピードであれば仕事もはかどること間違いなし。まずは10時35分発の立川行き普通列車に乗車します。無事に深川駅に到着しました。こちらの駅で留萌本線に乗り換えをします。こちらが11時10分発の留萌行き普通列車。列車は1両でした。こちらが終点留萌駅の一つ手前の大和田駅ですが、果たしてこのような場所で降りる人はいるのでしょうか。現在の留萌本線の終点留萌駅に到着しました。留萌市へようこそと書かれております。留萌駅の構内はこんな感じです。列車が発着する直前じゃないとホームに入れない仕様ですね。留萌本線の列車の本数は1日上下各7本ですね。留萌駅は駅そばが非常に有名な駅となっております。せっかくなので僕もこちらでランチにします。一番人気のニシンそばいただきます。ニシンそばペロッと完食しました。濃い味の味付けが良かったです。こちらが留萌駅の外観。結構錆びれてる感じが否めないですね。留萌駅のそばにはローソンがあります。買い出しには困らないですね。駅を出てまっすぐ歩いてきた先には留萌観光案内所もありました。駅前をずっと直進すると見晴公園っていう公園があるらしいので、ちょっとそっちに行ってみたいと思います。いや、留萌に来てね、めちゃくちゃ涼しくなったんですよね。旭川とは大違いで、多分体感で10度ぐらい違うんですよ。なのでめちゃくちゃ留萌は過ごしやすいですね。いや、今日かなり歩く予定なんで、本当にこの気候はありがたいです。駅前をずーっとまっすぐ歩いてきたら、留萌信用金庫の立派な建物がありました。
留萌にもところどころラベンダーが街中に植えられております。永福寺という浄土真宗のお寺、留萌の街中では結構立派な建物になります。おそらくこれが見晴市公園ですね。駅から15分から20分ぐらいだったと思います。見晴市公園の公衆トイレ、結構立派です。平日なので誰もいないです。見晴市公園には立派な蒸気機関車がありますね。この地域で使われてたものなんですかね。D61-3 と書かれてます。いや、車輪めちゃめちゃでかいな。僕の首ぐらいの高さまであるんじゃないですかね。いやー、蒸気機関車のこの配管というか、機械の部分、めちゃくちゃそそられる。D61 の機関車は、有名な D51? デゴ1を改造して作られてるみたいですね。6両しかないみたいですね。この D61 っていうのは。なので、かなり、レアな車両ってことになるんじゃないでしょうか。見晴市公園。名前の割にはそんなに見晴らし良くないです。留萌の見晴市公園からグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。こちらはどうやら留萌にまつわる著名な方々を祀っているところなのかな。ちょっと重たい荷物背負ってるんで、こちらのベンチでしばらく休憩したいなと思います。ちょうど蜂みたいな虫がアリの巣を襲撃しているところを見ることができております。こんな虫がいるのか。ちなみに留萌駅にはコインロッカーがなかったので、こちらの大きなリュックを背負いながら留萌を観光しております。いや、このコールマンの35リットルバッグめちゃくちゃいいんですよね。丈夫だし、量も入るし。ちなみに北海道3週間の旅なんですけど、これだけで移動してます。ふぅ。楽しい。久々のブランコめっちゃ楽しいぜ。見晴市公園のすぐそばには留萌市文化センターもあります。続いてゴールデンビーチ留萌という場所に行ってみます。坂道がきついです。高台の方もだいぶ市街地というか住宅がたくさんありますね。どうやら奥がゴールデンビーチ留萌のようですね。こちらの道路をずーっと奥に進むと留萌の街に戻れそうですね。帰りはこちらの下の道路通ってみましょう。なんとゴールデンビーチ留萌、新型コロナウイルス感染防止のため今日は利用できないみたいですね。通りで誰もいないんですね。いや、せっかく歩いてきたんですが、これはちょっと残念です。本数は少ないですが、ゴールデンビーチにはバス停もあります。ゴールデンビーチから続いて黄金岬に歩いて向かいます。これは何の花、そして実なんでしょうかね。さっき道端でおじいちゃんにちょっと話しかけられて、留萌線の廃線の跡があるよということで案内してもらいました。このもう砂利道に留萌線が通ってたみたいで、こちらには線路が残されてますね。JR 北海道の立ち入り禁止の看板が掲げられてます。こちらが留萌線の廃線で、そのおじいちゃん曰くですね、この辺一帯の草っぱらはマムシが出るそうなんで、ちょっと僕もちょっとビクビクしながら歩いてます。あとあっちの山奥行くともうヒグマとかも出るみたいですね。ゴールデンビーチはこちらの奥側、家の奥ら辺にあります。いや、海沿いを走る留萌線乗ってみたかったですね、一回。すごい名前ですね。小樽又節川。そし
してあの奥が増毛まで伸びてた留萌線の廃線。来た道とは別のこちらの道で黄金岬まで行ってみたいと思います。こちらもずっと黄金ビーチじゃなくてゴールデンビーチなんですかね。いやー、それにしてものんびりしてていいですね。あのおじいちゃん、さっきからずっと同じとこ往復してますね。あちら奥の左側がどうやら黄金岬のようですね。ひたすら歩いて向かいたいと思います。いや、だいぶ黄金岬近づいてきたような気がするんですが、ここにちょっと休憩できそうなスペースがあったので、ちょっと休憩します。ちょっと休憩してまた歩いてきました。結構な距離をすでに歩いてますね。こちらは港でしょうか。あちらは干物ですかね。ぐるぐる回ってますね。これが黄金岬かな。岩がゴツゴツしてますね。奇妙な形の岩があります。黄金岬には何軒か食堂がありますね。こちらの岬食堂さんは本日火曜日平日でも空いてるみたいです。黄金岬観覧席玄武岩柱状節理という風に書かれてます。そういったちょっと地形学的な、そういったちょっとジオグラフィー的にはかなり有名なんですかね、ここは。動画に映ってるかはわからないですが、ところどころ魚も泳いでます。望洋公園という場所に来ました。こちらから留萌の港を一望できますね。留萌港赤灯台移設と書かれてますね。昔の灯台がここに移設されてるんですかね。望洋公園からは留萌港が一望できます。千歳と書かれたちょっと大きい船が停泊してます。4時を過ぎたのでぼちぼち駅の方に戻りたいと思います。帰りの列車は6時過ぎだったと思うんですけど、それまで時間あるので留萌の街中で晩飯食べたいと思います。通りすがりに留萌の市役所を発見しました。こちらの蛇の目は留萌の有名な海鮮のお店ですが、この日は定休日でした。実にレトロで不気味なトンネルですね。中入ってみましょう。今日の晩飯はこちらの富丸にしました。留萌の海鮮をいただきます。いやー、ようやくビールありつけた。全国的に暑いんですけれども、東京も暑いです。林さん、暑さ対策は？そうですね、今日からマスクがやっぱりメニューたくさんありますね。どれにしようかな。せっかくなので奮発して特上チラシにしました。特上チラシ、エビやウニを中心にいっぱい入っててめちゃくちゃ豪華ですね。こちらは特上チラシについてきたホタテ。お味噌汁にもホタテが入ってます。北海道やべえ。喉がカラッカラで最初のビールあっという間になくなっちゃったので2杯目注文しました。繰り返される今大会の辞任劇は海外でも引き続き貢献してほしいと続投の意向を示していたんですが、昨日一転して辞任となりました。だった小山田氏の過去の発言を把握していなかったということを認めているんですが、渡辺さん、かなりそういうことをしてしまったのはもっと前ですね。ですからこのオリンピックあるいはパラリンピック提供という依頼をするときに今がこれ見た目で人を評価してしまう考え方というものが存在するのか、これがずっと脈々と言われている辞退されましたと説明しています。延べ飯をめぐっては過去の S その痛みにウイスキー
長谷川雅美、ふるさと札幌で語った本心。チラシのネタを半分ほど食べ終えたところで、増毛町の日本酒、鬼殺し、いただいちゃいます。注意点がありまして、それが意外な落とし穴ということになるんですが、どういうことかというと、来週28日の土用の丑の日を前に、うなぎの輸入が東京の豊洲市場でも、卸売価格が去年と比べて 17% ほど安くなっています。うなぎの稚魚、白変わって今の札幌中心部の空は晴れて気持ちのいい青空に広がっています。いや、とみまるめちゃくちゃ美味しかった。いやー、最高っすね、ルモイ。マジで気に入っちゃった。あと30分ぐらいで列車が出発するんで、ぼちぼち駅に戻ります。ルモイ駅に戻ってきました。18時19分発の深川駅列車に乗車します。深川駅では約40分待ちなので、駅周辺を散策してみます。こちらが深川駅の駅舎です。深川駅前の交差点の様子ですね。駅前はちょっとヨーロピアンな感じのおしゃれな建物が多いですね。続いて19時58分発立川駅に乗車します。1番線から立川駅、普通列車が発車いたします。立川駅に到着しました。こちらで19分の列車待ち。立川駅の駅構内の様子はこんな感じです。駅の待合室結構広いですね。立川駅の駅舎の様子です。立川駅前、自転車がたくさん止まっています。立川駅前の大通りの様子です。夜なのですごい静まり返ってます。20時40分発岩見沢駅の改札が始まったとの放送があったので、引き返します。こちらが岩見沢駅の列車ですね。この列車から編成が4両になってますね。こちらの車両はオールボックス席でとても快適です。約40分で岩見沢駅到着しました。岩見沢駅の駅舎。結構立派ですね。そして綺麗。岩見沢ではおよそ25分待ちです。普通列車本数が少ないので移動が結構不便ですね。こちらが札幌まで行く最後の列車ですね。岩見沢駅から40分かけて今日の目的地札幌に到着しました。JR から地下鉄南北線に乗り換えをします。今夜は鈴木の駅から徒歩5分ほどのビズコートキャビンに宿泊をします。ビズコートキャビンはルートインホテルズ系列のカプセルホテルです。カプセルの中は結構広々としていてめちゃくちゃ快適です。そしてビズコートキャビンはなんと朝食もついております。隣のルートインホテルで朝食をとる形式です。こちらが男性専用カプセルの常用洗面台。そしてビズコートキャビンにはなんとサウナ室も備わっております。こちらがビズコートキャビンの共有スペースですね。作業もできるし漫画だって読めちゃいます。洗濯機と乾燥機も備わっておりました。それでは就寝します。おやすみなさい。大神先からグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。